韓国人は日本人を誤解しています。何を考えてるの？だからどうしたいの？とか言うんです。実はこれ、本音と建前の文化に驚いてるんですよ。韓国人から見ると不思議です。怖いです。でも日本人も無意識中にそれやってるんです。だから仲良くなれない時もあるんです。今日は韓国で19年、日本で9年くらいした僕が韓国人から見える日本人の特徴を5つ紹介します。1つ目、永遠に親友になれない？ 2 つ目、静かに断られていた？ 3 つ目、迷惑への感度が高い？ 4 つ目、内と外の概念がある？ 5 つ目、実は理由があったの？って話です。一つ目はですね、永遠に親友になれないのってことですね。韓国人が日本で最初に混乱するのがこれです。日本では仲良くなったからといって関係が固定されるわけではないですよね。例えば居酒屋です。昨日まで一緒にお酒を飲みながら恋愛相談をしていた先輩。肩を組んで盛り上がり、今度また飲もうと言っていた後輩。ところが、翌日会社行くと、おはようございます。パクさん。急に敬語なんですよね。韓国人は本気で混乱します。昨日の兄貴どこ行った？でも日本の方からすると苦痛ですよね。なぜなら日本では空気感っていうものがあると思います。飲み会では飲み会モード。会社では会社モード。運動会では運動会モード。これ自然な切り替えですよね。一方、韓国では少し違うかなと思うんですよね。一度親しくなれば、その関係はそのまま続きます。先輩は先輩、後輩は後輩。一度友人になったらずっと永遠に友人。学校でも職場でも休日でも、その関係性が基本的に維持されます。一緒にサッカーして盛り上がってれば、もう人生の仲間なんです。だから韓国の方って誤解するのって、こういう日本の人間関係、なんで昨日と今日でそんなに違うのみたいな、なんか曇りの中にあるように見えたりするんですよね。でも、日本人からするとそんな適当な距離感こそ大事ですもんね。二つ目はですね、静かに断られていたのって話です。これ日本で生活を始めた韓国人が高確率に引っかかるんですね。日本の方の断り方、これ前提知識がないと困るんですね。日本では相手を真正面から拒絶することは難しいことですよね。例えば、検討してみますとか、社内で共有しますか、また機会があればとか、まあざっくりでですね、成功確率10%から20%の確率で、こういう結果、断ることもありますので、ご承知くださいみたいな考え方ですね。ところがですね、これ韓国だと微妙に空気感違うんですよ。ちゃんと検討してくれるの？社内で調整の可能性がある。また機会があればってことは次があるんだなという確率30%から40%ぐらいで受け取ってしまうんですね。だから韓国でですね、今度ご飯行きましょうって言われたら、これね、もちろんね、行かない場合もあるんですけども、その場で、じゃあいつ行きますみたいな形で、一定調整してもおかしくないと思うんですね。でも日本で同じことしてたらびっくりすると思うんです。これ日本の方にとっては相手を傷つけないための配慮ですよね。断られる側の気持ちを考え、できるだけ顔とかメンツを潰さないようにする。もう韓国ではですね、もう考え方がもう全く違ってて、無理なら無理と言ってくださいみたいな、全く別世界の話ですよね。両国とも誠実であろうとしているのに方向性が違うんです。3つ目はですね、迷惑の感度が高いっていう話です。日本の方、子供の頃から人に迷惑をかけてはいけないと言われて育ちますよね。僕本当にこういう考え方本当に大好きです。電車では静かにすると、お店でも大声を出さない、感情にも影響しますよね。悩みを相談することとか、助けを求めること、そういった場面にもういきなりガンってぶつけに行くっていうよりかは、なるべく自分の中で解決して、これどうしてもっていう時に相談していくっていう場面があると思います。で、これをですね、韓国の方が見ると誤解するんですよね。韓国ではですね、困った時に相談するっていうのを素直に話すってこと。自分の感情をもう 100% レベルで言うってことが、とても当たり前というか、おすすめされる環境であって、だからすぐ先輩に電話したりとか、相談してもらったりとか、友達にもこの人嫌なんだよみたいなことをストレートに話す。だから飲み会で人生相談するとか、恋愛の悩み、家族の問題、転職の相談もガンガンやでいくと思うんですね。もちろん人によるとは思うんですけどね。で、一方、日本では、感情を整理して、この段階で相手に言ったら、なんか迷惑なんじゃないかな、みたいな形で、ちょっと一回自分の中で整理するっていう考え方があると思っていて。だからこれ韓国の方が日本のそういった考え方を分かっていないと、なんで自分の中で溜めてるの？早く言いなさいみたいな感覚で誤解したりするんですね。4つ目はですね、内と外の概念があるのってことです。内と外ありますよね。地元、動機、部活、会社。
こういう共同体を大切にする文化なんだと思います。そして一度うちの人になると、とても親切ですよね。うちではなくてもそうなんですけれども、災害時の助け合いっていう考え方とか、地域活動だったりとか、こういったことを見ると日本社会の強さってことは、このうちっていう共同体意識によって支えられている部分がとても多いなというふうに感じています。で、韓国でもうちと外あると思うんですけれども、これも微妙に違っていてですね、韓国のうちに入る入り口っていうのが、ハードルがほぼないレベルじゃないかなというふうにありますね。そして一度入って距離を縮めようとするが、このスピードが異常に速いんですね。だから例えばですよ、自分が知らない人と初めましてで会って、飲み会で飲みながらもう人生相談もそらまして、それだけでも人生の仲間、友人みたいになること、もう年齢が分ければお兄さんみたいになることあるんですね。もちろん韓国、日本も例外あると思うんですけれども、日本でこの内になるってことは、非常にその信頼性が必要なんだなというふうに思います。1年経ってもまだ距離があるように感じたりとか、3年経ってもまだ敬語を使ってたりとか、もしくは5年ぐらい時間が経ったりとか、一つ一つをちゃんとやり遂げていて、日本の方からこの信頼を得られた時に、そのような時に私たち内になるということですね。これ、韓国と日本で微妙に感覚ずれる部分であります。日本社会はそれだけ慎重に人を信頼していく文化なのかもしれません。日本で事業している韓国の方に僕こういう言葉をよく聞くんです。日本人から信頼を得ることは難しい。でも一度信頼を得ることに成功すると、その後は長く堅実に続くって話聞くんですね。5つ目の話はですね、実は日本人の理由があるって話なんですけども、ここまで聞くと日本人は冷たいと言いないのかと思う方いるのかもしれません。でも僕はですね、少なくとも僕はそう思っていません。なぜ日本ではここまで空気が発達したんだろう。これ僕のまだ勉強中でわからないこと多いんですけれども、その多い理由の一つに島国であったことが一つあったのかもしれないですよね。昔から同じ地域で長く共同生活を続けていた。すると正面衝突を避けたくなる。喧嘩しても翌日また会う。来週も会わないといけない。来年も会わないといけない。だから日本では対立を避ける考え方が発達したのかもしれません。お互いの調和と関係性を維持する。それこそが合理的なことだった。だからもしれないんですね。一方、韓国は、日本と全く違う状況、全く違う国じゃないですか。韓国の場合ですと、感情を共有することで問題を解決しようとした場面が、より割合的に多いかもしれないです。困ったら話そう。不満が合うなら言いなさい。仲間なら本音を見せなさい。みたいな感覚があるような気がするんですね。なぜ韓国はそうなのか。大きい理由の一つに僕が考えているのは、急激だった歴史が関係しているかもしれないですね。だってこの100年だけでも、併合とか戦争とか軍事政権とか民主化運動とか通貨危機とか、急激な産業化とか、とても激しい変化がこの100年であったというふうに思います。社会全体が何度も大きく揺れました。そんな中でみんな同じ船に乗っている。助け合わないと生き残れないという感覚が育ったのではないかなというふうに思います。だから韓国では悩みも不満も感情も比較的にオープンに早く共有して、自分と会うなら一緒に行きましょう。早く行きましょう。もし自分と会わないからあなたは他の船で頑張ってくださいみたいな考え方があったのかもしれないですね。逆に日本では感情を抑えながら、丁寧に堅実に秩序を維持していく関係性をとっても丁寧に信頼性のもとで見ていくっていうのがあったのかもしれないですね。僕の場合ですと、どちらが正しいとか、どちらが優れてるとか、そういう話というより僕が思うに、日本という国には日本人の価値観と感情がある。韓国という国には韓国人の価値観と感情があるというふうに、僕の場合にはそう見えているんですよね。だから韓国人は日本人を見て何を考えてるのかわからないと怖くなる場面があったりとか、日本人は韓国人を見て思ったことを全部言うなぁと驚くことがあったりとか。でも実は僕が思うには無意識中にそうなってしまったのかもしれないというふうに思います。こういう話全部まとめると、日本と韓国って近くて遠い国だなっていつも思いますね。僕はこういった考え方の違いを面白く感じていて、お互いの国から僕は学びを得ております。この動画を見て日本人と韓国人、もちろん全部人によるんですけれども、傾向的に少しでもお互い深く理解するきっかけになれれば嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。以上、パクでした。ありょう